足を浮かせて股関節を外に開いた状態で膝をパタパタさせます。主に内ももと裏ももに効きます。余裕がある人は少しお尻を持ち上げると下っ腹にも効いてきます。ズボラストレッチは寝たまま行うストレッチが基本となってます。なぜかというと、立ったり座ったりした方が効果的な場合がもちろんあるんですが、僕がストレッチトレーナーを9年間やった中で寝たままのストレッチが一番習慣化しやすいと気づいたんです。次は股関節付け根や下っ腹を使って片足ずつ上げていきます。膝を伸ばす方の足は前ももを使ってしっかり膝を伸ばしきりましょう。膝上の肉を撃退できます。足を上げるときは前ももを使わず下っ腹を使うイメージでしっかり高く上げましょう。もしきつい人は下の足は床につけておいても大丈夫です。この動画は後半にかけてゆっくりペースアップしていきます。前半はゆっくり簡単な準備運動のイメージです。次は両膝を曲げた状態で股関節を左右に倒していきます。外ももが床につくぐらいしっかり倒しましょう。骨盤が多少浮いてしまっても問題ありません。なぜ20分の動画を作ったかというと、皆さんの体をなりづらい体に変えたいからです。気になる部分だけ伸ばしてその場でむくみ解消とか楽になったりはするんですが、太りづらい体、太ももがむくみづらい体にするには全身やる必要があります。次は少し難しいです。つま先上げる、かかと上げる、お尻を浮かせる。つま先上げる、かかと上げる、お尻を浮かせる。これを繰り返していきましょう。急がなくていいので、つま先、かかと、お尻、自分が上げれる範囲でしっかり高く上げるように意識しましょう。全身をストレッチする理由としては、例えば反り腰だけでもいろいろな原因があります。ヒールばかり履いていて前ももばかり使って前重心になってしまう。お腹に脂肪がついたことによって骨盤が前に倒れてしまう等があります。すべてを解消する必要があります。次はできる限り膝を伸ばしたまま股関節付け根や下っ腹を使って片足ずつ上げていきましょう。前ももに力が入らないように意識して行いましょう。なぜ前ももを使わないように意識するかというと、前ももが太くなる原因のほとんどは使いすぎです。例えば前に向かって歩くときや階段を上るときも、個人的には下っ腹や股関節付け根の筋肉を使ってほしいです。でも下っ腹や股関節付け根が筋力不足だったりして前ももばっかりに頼ってしまう人がほとんどです。次は休憩も兼ねて両手を万歳しましょう。脇の下やお腹の筋肉が伸びると思います。余裕があればできるだけ遠くに向かって手を伸ばすイメージです。背中を丸めて猫背になって座る人はずっと腹筋が縮まりっぱなしです。しっかり手を高く上げて腹筋を伸ばしてあげると姿勢も良くなると思います。もしもやり方がわからないと疑問点があればコメントいただければ必ずお返しいたします。次は足を真横に上げるイメージです。前ももを使うというよりもお尻の横、大天使のあたりを使ってしっかり足を上げましょう。高く上げると脇腹にも効きます。もしも余裕がある人は肘と膝をタッチしてみましょう。こんな感じです。こうするとかなり脇腹にも効いてきます。下っ腹をへこませるには下っ腹の筋肉だけではなくて脇腹も鍛える必要があります。できる限り高く足を上げましょう。脇腹の筋肉を使ったので、次は脇腹のストレッチを行っていきます。両足を揃えた状態で右に倒しましょう。左手は左斜め上に向かって伸ばすと良いと思います。左のお腹、背中が伸びていれば大丈夫です。この時に左手が内側にねじれてしまう人は猫背の原因になります。
しっかり外向けましょう。胸から腕にかけても伸びる感覚があると思います。あまり伸びる感覚がないという人は、僕と同じように股関節曲げた状態でしっかりねじってみましょう。この方が伸びる感覚があると思います。次は左向きにねじっていきましょう。膝を曲げたまま左に倒していきましょう。この時に膝同士はしっかりつけておきましょう。右手は斜め上に伸ばしましょう。まだ前半戦なので緩めのストレッチになってます。後半にかけてもう少しきつい動きをするので、無理せず一緒に頑張っていきましょう。下っ腹だけではなくて、くびれを作りたい方はこの脇腹のストレッチが大事になってきます。ここが硬いと血流が悪くなって脇腹に脂肪がつきやすくなります。一度膝を伸ばしましょう。肩幅よりも少し広めに足を開いていただいて、その状態で股関節をねじります。股関節の付け根から内外にしっかりねじっていきましょう。股関節が硬い人にとってはこれも結構難しくて、つま先だけ動かしてしまう人がいるかもしれません。もっとゆっくりでもいいので、股関節の付け根から動かすことを意識して行いましょう。次から少しずつきつめになってきます。まずは右足だけ高く上げて大きくくるくる回しましょう。できる限り膝は伸ばしておくと良いと思います。股関節の付け根から動かすことを意識して行いましょう。慣れてきたら反対回しも行いましょう。できる限り大きく膝は曲げないようにしましょう。もしも腰が反って痛みが出る人は左足を曲げても大丈夫です。左足も行っていきましょう。足を上げて股関節から大きく動かしていきましょう。太もも周りとお尻、股関節付け根に効いてきます。ポイントは普段動かさない範囲で大きく動かすことです。うまく体が使えている人は股関節の付け根や下っ腹にも効いてくると思います。結構きついと思うのですが、息を止めないように深呼吸しながら頑張りましょう。次は両足を上げた状態で内ももを使います。この状態を作って内ももをタッチしていきます。足を上げるというよりもお尻を浮かせる意識で行うと下っ腹にもかなり効いてきます。ガニ股だったり内ももの筋肉が弱い人は膝と膝をつけるのがかなりきついかもしれません。しっかり膝と膝がつくように内ももを使いましょう。腰に痛みが出る人はお尻のあたりにクッションか枕を入れるか自分の手を入れるとお尻が上がって腰への負担が減ります。次は両足を持ち上げた状態で膝をパタパタ動かします。かかとを裏ももにタッチするイメージで行いましょう。裏ももやふくらはぎの筋肉を動かしたいのですが、お尻を少し浮かせるようにすると下っ腹にも効いてきます。下っ腹、裏もも、ふくらはぎの3点セットです。結構きついですが一緒に最後まで頑張りましょう。もしきつかったら残り10秒休憩しましょう。あと5秒です。5、4、3、2、1、OK です。次の種目に行きましょう。寝返りを打つイメージで横向きになりましょう。左右どちら向きでも大丈夫です。下の足を少し曲げて安定した状態を作って、上の足を真上に上げていきましょう。外ももというよりも外ももの付け根、お尻の横側をしっかり使っていきましょう。ゆっくりでいいので
できる限り高く足を上げると効果的です。しっかり高くまで上げると脇腹にも効果的です。速いペースで行うよりも普段動かさない範囲まで大きく動かすことの方が大切です。次は横向きのまま前もものストレッチを行います。皆さんに見えやすいように少し向きを変えます。足首を手で掴んで少し後ろに引きましょう。上の足の前ももが伸びます。下の足は少し曲げておいた方が安定すると思います。体よりも少し後ろまで足が下がるようにすると股関節付け根の方まで伸びます。少し角度を変えて股関節を内にねじってみたり、逆に外に入れてみたりすると伸びる向きが変わります。いろんな向きで硬い位置を探してしっかり伸ばしましょう。また見えやすいように少し向きを変えますね。横向きに寝たまま上の足を上げてくるくる回しましょう。これも外ももの付け根、お尻の横側ですね、使うイメージで行いましょう。こう大天使のあたりが動いていれば OK です。できる限り大きく回していきましょう。上から重力がかかっているので見た目以上にきついと思います。一緒に頑張りましょう。もう半分以上終わってきました。